あなたは世界中を震撼させた要人殺害事件を覚えているだろうか。事件で被害者となったのはこの男性。名前はキム・ジョンナム。彼は北朝鮮の第2代最高指導者キム・ジョンイルの長男であり、一時期は北朝鮮の軍隊の大将も務めた人物。しかし彼は2017年突如この世を去ることになるんです。彼を殺した2人の女性はすぐに逮捕。しかしこの2人の女性はキム・ジョンナムを殺す気などさらさらなかったんです。なぜなら彼女たちがやったのはただのいたずらだったから。北朝鮮の重要人物キム・ジョンナムが殺害されたこの事件、なぜただのいたずらが世界の重要人物を帰らぬ人にしたのか。そこには北朝鮮という国の大きすぎる闇がありました。アニョハセヨ、韓国ドラマにハマってるケンちゃんです。アニハセヨ、ヤミヤミコセヨー。合ってんだこれ。本日ご紹介する事件なんですけど、我々ね、日本人からすると到底許しがたい胸クソな事件なんです。この動画をね見た皆さんね、感想をねぜひコメントしてください。さてね、多くの人が行き交う空港で暗殺されてしまったキム・ジョンナム。一体なぜ彼は暗殺されたのか、その一部始終を見ていきましょう。暗殺の方法。遡ること3年前の2017年、マレーシアの首都クアラルンプールの国際空港が今回の事件の舞台。キム・ジョンナムはその日マレーシアからマカオへ向かう予定でした。彼がチェックインを待っている時のこと、不意にジョンナムは背後から衝撃を感じます。なんと急に見知らぬ女性が背中に掴みかかってきたんです。そしてジョンナムが抵抗する隙もなく、その女は思いっきり顔を平手で叩いてきたんです。ビンタ、いきなりもう意味わかんねえやられた。謎の液体を塗られたジョンナムはすかさず女性にお前は誰だと叫びます。すると今度はまた別の女性が近づき、顔に布をかぶせたんです。そしてその布にも別の液体が、2つの液体をかけられてうろたえていると、突如キム・ジョンナムの顔に激痛が。これは一大事だと悟ったジョンナムは急いで空港内の診療所へ。その時点までは意識もはっきりとしていたんですが、診察中に体調はどんどん悪化。ついに意識を失ってしまうんです。大病院へ運ぼうと救急車で搬送するも時すでに遅し、彼は救急車の中で帰らぬ人になってしまうんです。キム・ジョンナムが顔に謎の液体をかけられてからわずか2時間後のことでした。この女たちさ、なんかよっぽど特殊な訓練積んだ女スパイなんじゃないの？いやね、実はねそうでもないんです。この事件の実行犯2人は空港の監視カメラの映像から分析され、すぐに逮捕。1人は最初に液体をかけたインドネシア人の25歳の女性 A、もう1人は後から布をかぶせたベトナム人の28歳の女性 B。 2人は警察に早速取り調べを受けるんですが、そこで驚愕の証言をするんです。その証言とは、いたずらのつもりだった。いたずらで殺した言い訳がお粗末すぎるわよこれ。下手っすよねって思っちゃうんですよね、聞いた人はね。2人の逮捕から1週間後、マレーシア警察長官がこの事件についてコメントを発表。その内容は、キム・ジョンナムの殺害は2人の女性の暗殺訓練により実行された計画殺人である。このコメント、いたずらだったという2人の証言と一見食い違っているんです。しかし実はどちらも真実。なんと実行犯2人の女性がキム・ジョンナムにいたずらしたのは、ある男たちからの誘い文句がきっかけだったんです。その誘い文句とは、日本のドッキリ番組に出演しないか。そう、2人の女性は本当にキム・ジョンナムを暗殺するために訓練されたスパイではなかったんです。なんとドッキリの仕掛け人として雇われたただの一般人。そんな罪の意識もなく殺人を犯してしまった女性たちと、その2人に殺害されたキム・ジョンナム。背後で何かが動いているのは間違いないこの事件。その正体は徐々に明らかになっていくんです。じゃあ本人たちはさ、本当に顔面パイドッキリぐらいの感覚でやってたってことでしょ？いや、そうなんですよね。実はね、キム・ジョンナムの暗殺前から彼女たちはドッキリを別の場所でね、練習とかね、実演とかしてるんですよ。そしてね、その練習がね、暗殺に繋がってたんですよ。まるでなんか、映画のベストキッドみたいな展開ね。もう分かんない。知ってるでしょ？知らない。ベストキッドよ。そして、ね、今回暗殺に使われた謎の液体をね、調べてみたところね、やっぱりね、あるね、裏の力がね、働いてるとしかね、思えない結果が出たんです。最強の猛毒。事件後、警察はすぐさまキム・ジョンナムの遺体の検視を開始。その結果、ジョンナムの顔面からある毒物が検出されるんです。その名は VX。VX の威力は凄まじく、人類が作った化学物質の中でも最も毒性の強い物質の一つと言われているんです。実はかつて日本でもオウム真理教が殺人のために利用しているんです。その際に使用した量はなんとわずか 1g。 1g で死ぬの？めちゃくちゃやばい毒だけどな、それ手つけて大丈夫な、そんなやばい毒。ここがねちょっと興味深いポイントなんですけど、女性2人は普通だったら死んでるじゃないですか。これがね VX の特徴なんですよね。
今回使用された VX という毒、成分としては害の少ない2つの液体からできていながら、その2つの液体が混ざると途端に猛毒に変わるというかなり危険な代物。今回の暗殺で A さんが手に直接液体をかけることができたのもこの性質のおかげ。2人目の B さんが手ではなく布だったのも彼女に最初の液を触れさせないようにするためだったと考えられているんです。いや、まさか自分たちの手に塗られてるのが猛毒の一部だなというか分かんないもんね。そうなんですよね。そしてね、彼女たちのね裁判をね一筋縄ではねいかなかったです。事件から2週間後、彼女たちは殺人罪で起訴されることに。実はマレーシアの法律では、もし殺人罪で有罪になった場合、なんと即刻死刑。日本のドッキリ番組に出るつもりだった彼女たちの運命は一転、国際事件の容疑者としての死の危機が迫ることになるんです。指示されてやってたのにそうなっちゃう、情状酌量とかあるでしょ。まあね、通常であればそうされるべきではあるんですけど、やっぱ当時のね2人のね状況っていうのはね結構不利な状況だったんですよね。警察の調べで事件当時着ていた2人の服から VX の痕跡が検出されたため、殺人の実行犯であることは確定済み。なので弁護士は2人がテレビ番組のためのドッキリと騙されていたから毒物を取り扱っていたことを知らなかったと無罪を主張するほかないんです。しかし騙した側の人間が捕まっていないため、指示したという証拠も出せない苦しい状況。その上判事はキム・ジョンナム暗殺時の監視カメラに注目。そのカメラには2人が顔に液体をかけた後、トイレに急いで向かった様子が映し出されていたんです。この映像から2人が毒物の取り扱いを認識していたという見解を示したんです。毒と知ってたから早めに洗い流そうとしたってことでしょ。まあでも必ずしもそうとは言い切れないじゃん。まあまあわかんないです。なんか人の顔とかわーって触ってたら、なんか俺は確かに手洗いたいってのがあるかもしれない。もしかするとすぐにトイレに行くことも指示だったのかもしれませんが、その証拠ももちろんないんです。2人に圧倒的不利な状況のまま裁判が進むかと誰もが思いました。しかし事件は急展開を迎えます。なんと A の起訴が取り下げられ釈放されたんです。実はこの判断に深く関わっていたのがインドネシア政府。マレーシアで殺人の容疑者となっている自国民の A のため、マレーシア側に釈放要請を提出。マレーシア側はそれを受理したんです。それを見て B の祖国ベトナム政府も動き出します。もちろん B も A と同様にマレーシアに彼女の釈放を要請。しかしマレーシア側はこのベトナム側の要請を却下したんです。 B の裁判は引き続き続けると宣言。こっちも釈放しなさいよ。なんでよ。まあね、おそらくねやっぱ白昼堂々と行われた犯行なのに、犯人も捕まらないってなると、マレーシア検察のやっぱ評価が下がるよねっていうのを考えた結果だと思うんですよね。釈放要請を却下されたベトナム側なんですが、もちろん黙ってはいません。マレーシアの検察に対して公正な裁判を要求すると、 B の罪は当初の殺人罪からより軽い傷害罪相当に変更。その結果死刑は免れ3年4ヶ月の禁錮刑に。その上刑期の減免などもろもろ考慮され、判決後に実際に刑務所で過ごした期間はわずか1ヶ月。だとしてもかわいそうですけどね。マレーシア政府もベトナムとの外交関係の悪化を避けたく、このような形で決着をつけたと見られているんです。こうして実行犯になってしまった女性2人には判決が下されました。しかしこれで事件が終わるわけがないんです。彼女らに毒を渡したのは誰か、それを明らかにしなければこの事件は終わらないんです。まあかわいそうだったけど死刑にならなかっただけまだ良かったわね。まあそうなんですよね。ただこれね、2人がたまたまねマレーシア人じゃなかったから、その母国の圧力っていうのが効いてできたね、技だったんですけど、もし2人がねたまたまねマレーシア人だったらと考えると恐ろしいですよね。ほんとギリギリだったねこれね。というわけで、なんでこの2人がそもそもこの事件にね巻き込まれることになったのかっていうのを見ていきましょう。ドッキリ番組の真相。2人は一体どのようにして騙され暗殺に加担することになったのか。その真相は2019年12月 A が弁護士に話した内容をまとめたものを朝日新聞が入手したことで明らかになりました。そもそも A はクアラルンプールで働く普通のマッサージ師。そんな彼女がドッキリ番組に参加することになったのは事件の6週間前の出来事がきっかけなんです。ナイトクラブで遊んでいた彼女は自称日本人カメラマンの男から声をかけられます。その誘いこそが日本で放送されるドッキリ番組への出演料は400リンギットでマッサージ師の彼女にとっては4日分の稼ぎに相当する額。それをいたずらするだけで稼げるとあって、彼女の返事はもちろん OK。 ちなみに1リンギット25円なんで、だいたい計算すると1万円もらえるってことなんですよ。こうして彼女のドッキリの仕掛け人としての生活がスタートしたんですが、いきなりキム・ジョンナムをターゲットにしたわけではないんです。暗殺までにはいくつかのステップが踏まれていました。第1ステップは商業施設でのドッキリの特訓。お手本としてベトナム人女性が通行人にローションを塗るドッキリを見せられ、彼女もそれを真似します。訓練は計5日続き、飲み込みの早い彼女は出演料が 1.5 倍にアップ。第2ステップはカンボジアの空港が舞台。1時間で3回の撮影をこなし、空港という場所でのドッキリに慣れさせるんです。
ドッキリの内容は基本的に同じなんですが、顔にかける液体はローションだけでなく油やペッパーソースも使われたりと多種多様に。最終ステップはついに実際の暗殺現場であるクアラルンプール国際空港での撮影。出演料はさらに上がり1日200ドル。それに加え彼女の誕生日も近かったのでカメラマンからプレゼントとして600ドルも渡されているんです。こうやって仕掛け人っていうのは暗殺マシーンを育てていったってことよね、これね。そうなんですよね。本番はね1回しかないんで、ドッキリっていう名目でね彼女たちにねもう色々ねそうやって練習させて絶対に成功させたかったっていう意図が見えますよね。そして事件当日、彼女はいつものようにカメラマンと事前打ち合わせを開始。打ち合わせではカメラマンからこんな指示が。今回のターゲットはとても怒りっぽいので怒鳴りつけてくるだろう。そして君がドッキリをした直後に別の女性がもう一人ドッキリを仕掛ける。君は自分のドッキリが終わったらどちらも無視してすぐに空港を離れろ。その後ターゲットを発見して彼女は速やかに任務を遂行。事前の指示に従いトイレで手を洗うと足早にタクシーで現場を離脱。仕掛け人としての任務を完璧にこなしたんです。しかし空港からホテルに到着した彼女、肝心の出演料がまだ未払いだったことに気がつきます。すぐにカメラマンに電話をするんですが繋がらず。それもそのはず、カメラマンはすでにマレーシアを出国していたんです。これが事件までの一部始終。そしてこの事件を仕組んだ人物の正体は再び世界を揺るがすことになるんです。これが彼女から見た事件の真相なんです。そして B さんもね別の人間から同様の訓練を受けていたそうなんです。自分で手下さないってところ、めちゃくちゃ卑劣じゃないこれ。いや本当そうなんですよね。でもねヤミコさん、このね2人にね指示を出した本当の真犯人一体誰だと思います？でもさ、重要人物だったわけでしょ、北朝鮮の、ってことはなんか敵対してる韓国とかさ、アメリカとかそこら辺じゃない？なんというわけでですね、これをねじゃあどうやってね考えていくかというと、殺害されたキム・ジョンナムのね置かれていた状況から類推すると見えてくるんです。黒幕の正体。このキム・ジョンナム暗殺事件、複数の専門家によって事件の真相が考察されています。そんな彼らが考える黒幕の最有力候補は何を隠そう現在の北朝鮮のトップキム・ジョンウン。そして彼は被害者キム・ジョンナムの弟だったんです。なんでキム・ジョンウンは実の兄狙うわけよ。それはね当時にねキム・ジョンナムが母国北朝鮮で置かれていた状況を紐解くと見えてくるんです。実はキム・ジョンナム、現総書記のキム・ジョンウンとは父親は同じだったんですが母親は異なるいわゆる異母兄弟だったんです。そのことからもともと2人は良好な関係ではありませんでした。しかも事件当時のジョンナムとジョンウンの関係は最悪だったと言われているんです。なぜならジョンナムはアメリカの CIA とのつながりが噂され北朝鮮の機密を漏らしているという疑惑があったんです。それも国ぐるみの暗殺ってことじゃないですか。いやそうなんですよ。これねマレーシアの警察が捜査を進めていく中で明らかになったことなんですよね。そもそもキム・ジョンイルのねお母さん違いの兄弟であって、割と偉いね地位にいるはずなんですけど、総書記にもなれずっていうところから類推するにやっぱ母国との間でねいろいろ問題があったっていうのはねもうね明白なんですよね。実はマレーシア警察、実行犯の2人を逮捕した後、彼女たちの証言から暗殺の容疑者としてカメラマンなど4人の男を指名手配に。さらに調査を進めると自称日本人と話をしていたカメラマン含め4人とも北朝鮮人と発覚。しかし事件直後4人全員が事件当日にマレーシアを出国し数都市を経由して北朝鮮に帰ったため逮捕には至らず、マレーシア警察はインターポールにも依頼し4人とも国際指名手配となったんですが現在もまだ逮捕には至っていないんです。また警察署長がキム・ジョンナムの暗殺を示唆した翌日、北朝鮮政府は事件への関与を否定する声明を発表。その内容は死んだ男はキム・ジョンナムではないし死因も毒ではなく心臓麻痺に違いない。マレーシアは韓国と共謀して証拠を捏造し北朝鮮を陥れようとしている。無実の罪で勾留されている A と B も解放しろ。そしてこの見解に合わせ北朝鮮の事件の捜査も進んでいくんです。実際北朝鮮政府は病院に北朝鮮政府関係者を派遣。キム・ジョンナムと特定されないようにするためだったと見られています。北朝鮮の要請を突っぱねて検視を断行したマレーシアはその後遺体を引き取るように北朝鮮に要請。しかしなんと北朝鮮は引き取りを拒否。マレーシアに遺体の処遇を委ねたんです。自国の重要人物が亡くなったにもかかわらずこの対応は異例中の異例。最終的に遺体は平壌に空輸されたんですが北朝鮮国外に住むキム・ジョンナムの息子は北朝鮮への遺体受け渡しに最後まで反対していたんです。結局黒幕がキム・ジョンウンだったのかどうかは物的証拠もなく真実は闇の中。しかしこういった対応の数々や息子の反応から北朝鮮という国に大きなうねりが起きているのは間違いなかったんです。いやもうね関係ない国とか人ね巻き込んでね人殺してる時点でねもう北朝鮮マジやばい国ですよ。ジョンナムもさ、そうやって自国の情報漏らしてんなら結構命がけだったんじゃないのかしら。だとしてもやり方とかもね本当に意味わかんないですよね。もうめっちゃ胸くそだったと思うんですけど、どうすかメントの皆さんは。聞きたいわねみんなの意見もね。